年も前の話です。我が国の王様とお妃様に長く待ち望んでいた赤ちゃんが生まれました。喜んだ王様とお妃様はオーロラ姫と名付けたお姫様の誕生を盛大にお祝いすることにしたのです。妖精たちが素敵な贈り物を持って次々とお城を訪れ、それは華やかな宴となりました。実はこの宴に悪のせいカラボスをやるべきか最後まで悩んでいて、忙しく準備をしているうちに私はすっかりそのことを忘れてしまったのです。そのせいであんなことになるだなんて。縁も竹縄となった頃、誰から聞いたのかカラボスがお城に乗り込んできたのです。カラボスは自分を呼ばなかったのはなぜなのかって、それは怒っていました。あろうことか怒りのあまりカラボスはオーロラ姫に呪いをかけてしまったのです。なんとオーロラ姫が糸紡ぎの針で指を刺して死んでしまうだろうって。生まれたばかりのお姫様になんてひどい呪いでしょう。王様もお妃様もどうか許してくれと懇願されたのだけれど、カラボスはお構いなし。高笑いをしていました。みんなが困り果てたところに善良さのせいであるリラのせいが現れて、オーロラ姫は糸紡ぎの針で指を刺しても死ぬことはなく100年眠るだけだとカラボスの呪いを和らげてくれたのです。そして100年の後に姫は王子のキスによって目を覚ますと、それからというものをお城で大事に育てられたオーロラ姫が16歳になった時のことです。輝くばかりに美しいオーロラ姫のもとに4人の王子がやってきて姫に結婚を申し込みます。本当にお綺麗でしたよ。この時見慣れないおばあさんが美しい花束を持って姫に近づいてきたのです。なんで気づかなかったのか。あまりに姫が嬉しそうだったからでしょうか。それが始まりでした。なんとその花束の中に糸紡ぎの針が入っていて、オーロラ姫はカラボスの呪いの通り針で指を刺してしまったのです。オーロラ姫が死んだように倒れてしまわれて、本
本当にどうなることかと思いました。ところがそこにリラの精が現れたのです。もう少し早く来てくれればもっと助かったのですけどね。そうしてリラの精の魔法によってオーロラ姫だけでなくお城中が100年の眠りについたのです。私も含めてね。100年後、私はその時お城で眠っていましたから、これは後で聞いた話なのですが、リラの精がデジレ王子にオーロラ姫の幻を見せたんだそうです。それがあまりにも美しくて、一目で恋に落ちた王子はリラの精に導かれてオーロラ姫が眠るお城までやってきたわけです。そこではカラボスと手下たちが待ち伏せしていたけれど、見事戦いに勝利したそうですよ。カラボスとの戦いに勝利した王子が眠っているオーロラ姫にキスをすると、不思議なことに姫はたちまち目覚めて、お城中が目を覚ましました。そして幸せにあふれたお二人の結婚式が盛大に行われました。それはもうたくさんのゲストがお祝いに駆けつけてくれました。白い猫と長靴を履いた猫、フロリナ王女と青い鳥、赤ずきんと狼、シンデレラと王子、白雪姫と7人の小人たち。何よりお二人の幸せそうな姿に国中が幸せであふれていました。姫が糸紡ぎの針で指をさして倒れてしまった時はもうこの世の終わりかと思いましたが、デジレ王子と結ばれてオーロラ姫のなんとお幸せそうなこと、そんな姫を見るだけで私たちも本当に幸せなのです。やっと平和な日々が戻ってきました。いろいろあったけれど終わりよければすべてよし。輝くばかりに美しいお二人と共にこの幸せな日々がいつまでも続くよう祈るばかりです。めでたしめでたし。